何度でも逃げなさい。ここまで。第2章第2話妖怪の女背負うは歌方か。原作語り春美月。ゆいは貧富の差が激しい村に生まれ、その中でもひときわ貧しい家で育った。そこは他の村と比べて町とも呼べるほど大きな村だった。ゆいが住む家は村外れに位置した。父親が誰なのかも知らず、母と娘二人だけの暮らしだった。二人の家は物置とさして変わらないほど小さな家で、ゆいは優しい母に守られて育った。たくさんの大きな畑がある中、隅っこのたった二畝だけの土が二人に与えられた大切な畑だった。二人はその畑でささやかながら薬草を作っていた。村で薬草を育てているのはゆいの家のみで、しかも良質な薬草を育てることができたため、特別な計らいにより、毎年決まった量の薬草をすべて納めれば、年貢として扱われることとなった。しかし、それだけではもちろん、稼ぎも食料も何もなく、二人で暮らしていくことなど到底できなかった。知恵を働かせた二人は、危険を承知で山に入り、食べられるものや染料の原料となる植物や果実などを採取したりした。時折、村に訪れる行商人が、それらを安く買い取っていった。ゆいが14になった頃、母親と二人、いつものように山に入って果実を採取していた時だった。ついに狼の群れに出くわしてしまったのだ。母親はゆいを逃がすため、一人群れを引きつけようとして食い殺された。しかし、自らの命を犠牲にしても、母の願い虚しく、他の何頭もの狼がゆいを追った。山の木々が途絶え、もう少しのところで逃げ切れるかというところで、狼たちはゆいに飛びかかった。その時、ちょうどそこを通りかかっていた青年がいた。その男は瞬く間に狼たちを刀でなぎ払っていった。そうしてゆいは命を取り留めたのだ。たった一人で生きることは容易ではなかった。母のいた頃と一日の長さは同じだというのに、一人きりでは一日が短く感じられた。まだ日も昇っていない頃に起き、畑に出てはせっせと薬草の世話をし、日が昇りきった頃には前日までに摘み取っていた植物や果実を日干しにし、すぐに山へと繰り出し、また摘み取る。夕七つの頃には山から戻り、日暮れ時まで再び薬草の世話をした。
あたりが暗くなってくると、時間をかけてそれぞれ必要な分だけ乾燥させた植物や果実に手を加えた。それらは十分な量が出来上がると、訪ねてくる行商人に売るのだ。良い4つになって、やっとすべての仕事が終わる。しかし、やはりたった一人では、なかなか満足のいく量はできなかった。苦労に苦労を重ね、1年かけてようやくゆいは一人でも何とか暮らしていけるほどになった。その1年は死に伏せるかどうかという際どい生活だった。それでも何とか乗り越えなければならなかったゆいは、ついに家の中でまで薬草を栽培することに成功したのだ。その薬草は畑のものほど良質ではなかったが、スズメの涙ではあるが、収入を得ることができた。16の頃のある日、いつものように山へと繰り出す時だった。道すがら大怪我をして倒れている少年と少女に出会った。年端もいかぬ子供だった。驚いたゆいは慌てて駆け寄った。あなたたち、大丈夫？ゆいが言った。二人にゆいの声が聞こえている様子はなく、ピクリとも動かない。ゆいは一人ずつ抱き上げて胸に耳を当てた。まだ生きてる。ゆいは背負っていたかごをその場に置き去りにし、少年を背中に背負い、着物の腰紐で自分にくくりつけ、少女を前に抱きかかえた。子供とはいえ、二人も抱き上げることは、女のゆいにとってこれ以上ないほどの重労働だった。落としてしまわないように、一歩一歩ゆっくりと進んだ。家にたどり着くと、そっと二人を中に寝かせた。使い古した手ぬぐいを水に浸し、二人の怪我をしている箇所を優しく拭いた。素人目には命に関わるような怪我はしていないように見えた。打撲に切り傷。ゆいは家の中で栽培していた薬草を用途に応じて選んだ。十分に成長している葉は煮込み、芽のついた茎はすりつぶして怪我に当てた。おゆいさん、いるかい？ちょうど家の前を通りかかった馴染みの行商人が訪ねてきた。ほとんどの行商人が安く買っていく中で、この行商人は良心的な値段で買い取ってくれる数少ない一人だ。あ、内助さん。おや？どうしたね？怪我人かい？内助は傘を取り戸口にかけた。ちょうどいい。実はお医者様がご一緒してるんだ。勝則さん、ちょっと見てやってくれませんか？そう言うと、内助は外から年老いた男を招き入れた。男は戸口から顔を見せるとにっこりと笑っていった。これはどうも。
藤田勝則と申します。あなたがおゆいさんだね。実はあなたの作った薬草がとてもいい出来栄えでね。ぜひお話を聞かせてもらいたいと。勝則さん、悪いがその話の前に、毛ガニを見てやってくれませんか？内助が遮った。何？毛ガニじゃと。どれ、見せてみなさい。そう言うと、勝則は慌てて荷を下ろし、横たわった二人の子供を手際よく見ていった。勝則は子供たちの手を取り、脈を測ったり、あちこちさすったりしていった。せわしなく腕を持ち上げられたり、足を曲げられたりして、二人はついに目を開けた。おう、気がついたかね。今見ているところだから安心しなされ。勝則は二人が起きたところで目を見たり口を開けさせたりした。二人は抵抗する様子もなくおとなしくそれに従った。怪我は命に関わることはないが、ちと憔悴しているな。随分と栄養が足らぬようだ。それに、相当古そうな怪我もある。よほどひどい生活をしていたようじゃな。勝則は、ひとしきり荷の中を漁ると、薬草を取り出した。これじゃこれ、ほっほ。おゆいさんの作った薬草だよ。何か食べる前に、まずはこれを煎じて飲ませる必要があるようだ。いや、まことによくできた薬草じゃ。効能が類に富んでおる。勝則は手にした薬草をうっとりと見つめた。あ、それなら今煎じているところです。ゆいは急いで火にかけていた薬草の煮汁を碗に移した。おお、素晴らしい。ささ、飲ませてあげんさい。そう言うと、勝則は嬉しそうに再び荷の中をガサゴソと引っかき回し、握り飯と鶏の干し肉を取り出した。ああ、困った。これだけしか持っておらんわ。少なくてすまんが、とりあえずこれを雑炊にして食べさせればいいだろう。あ、食料なら私もいくらか持っています。みちみち親切な方々からいただきました。慌てて内助も自分の荷を解いて、まんじゅうと新鮮な野菜を取り出した。はっは、なんと素晴らしい。どれ、これで雑炊にしてみるかの。おゆいさん、鍋を貸していただけますかな。勝則は人参や野菊を手にして喜々として言った。ええ、喜んで。急いで洗ってきます。ゆいは今しがた薬草を煎じていた鍋に手をかけた。ああ、鍋は私がやろう。おゆいさんは雑炊を作る準備を。内助が言った。おお、困った。わしの出番がもうなくなってしもうた。言葉とは裏腹に、勝則は嬉しそうな様子だ。二人の子供は、未だ心ここにあらず、
といった状態だった。表情を変えたのは苦い薬草の煮汁を飲んだ時ぐらいだった。少しして部屋の中に雑炊の香りが漂った。最後の仕上げに勝則が持っていた彼独特の薬味に使われる黒っぽい粉を一つまみ入れた。もとより調味料として入れる薬味だ。ほれ、味がしまった。勝則が味見をしたところへ、内助が先ほど薬草の煮汁を入れた椀を洗い、さらにその中に卵を2つ入れて持ってきた。ほら、椀も洗ってきた。それに卵だ。表で英助殿に会って分けてくださった。内助がそう言うと、彼の後ろから一人の男が入ってきた。怪我をした病人がいるそうで、英助が言った。おー、英助殿。勝則は手を差し出して歓迎した。勝則先生にはよくお世話になりましたから。そう言って、英助は勝則の手を取り握手した。ふと、結と目が合ったとき、お互いに一つのことに気づいた。ああ、あの時の女の子。あの時の。結も英助も数年前のあの日の出来事を思い出した。結が狼に襲われた時だ。あの日、結を助けた英助は仲間を呼んで結の母親の遺体まで探し出し、埋葬してくれたのだった。その後英助は呆然自失となった結が理性を取り戻して礼を言うよりも前に仲間たちと飛ぶようにどこかへと去ってしまっていたのだ。あの時は本当にありがとうございました。結が頭を下げると、英助はそれを制した。やめてください。大したことはしていない。急ぎの用があったためとはいえ、あんな時に女の子を一人だけ残して、すぐにその場を去ってしまったくらいだ。むしろ、詫びを入れねばならないのはこちらの方だ。英助は知っているものはみんな知っているほどの気持ちの良い好青年だ。誠実で人当たりの良いことで多くの村人に慕われていた。おや、顔見知りですかな？積もる話もあるだろうが、まずはこれを子供たちに。そう言って勝則は、英助と内助の持ってきた卵を火にかけたままの雑炊に混ぜた。お時間があれば、どうぞ上がってください。結が英助に言った。それではお言葉に甘えて。結が英助を招き入れると、内助は結に椀を手渡して、英助と隣り合わせに座った。結が雑炊を椀に入れ、少し冷ましてから勝則と一緒に二人の子供に食べさせた。二人はあっという間にそれを平らげた。二人の子供の名前は、滝人と日野と言った。滝人は11歳、日野は8歳だそうだ。聞くところによると、二人の実父に
ひどい仕打ちを受け、逃げ出してきたらしい。二人は遊女の母と浪人の父の間に生まれた。しかし、ヒノが5歳になる頃から、酒癖が悪く、借金ばかりを増やす夫に、二人の母は愛想をつかせ、他に金回りのいい男を作り、蒸発。その頃から、二人は外出することを禁じられ、めったに家の外に出してもらえなかった。さほど食事も与えられず、力を込めた拳で八つ当たりをされる日々。特にひどいのが、まさに今日のような日。借金取りが家にやってきた時だ。借金取りが来訪している時は、普段荒々しい父親も腰は低く、頭も低い。それが、借金取りが去ると同時に、二人にひどい仕打ちをしたのだ。もう我慢の限界だと、二人はついに逃げ出した。しかし、日頃から家に閉じ込められ、食事もさほどとっていない子供。暑い日差しの中、体力の限界はすぐにやってきた。二人は炎天下の中、倒れ込んでしまったのだ。よくあるご時世ではあるが、ひどい話じゃの。勝則がうなった。我々で諌めてみますか？内助がそう言うと、滝人と日野は怯えた表情で見上げた。それが妥当かの？勝則が腕を組んで言った。いえ、それはどうでしょう。我々がいたところで治るようならここまでのことにはなっていないかと。逆に、ますますひどいことをされるかもしれない。何よりも、奉公人に出すという手段だってあるはずなのに、それをしなかったのは。英介はそれ以上言えず言葉を切った。しかし、全員その言葉の先をいとも簡単に悟ってしまった。あまり考えたくはないことだった。そう、奉公人に出すこともせず、人買いに売ることもなかったとなれば、残る答えは数少ない。一つは、己に降りかかる厄災を強引にもすべて子供たちのせいにすることで、自分以外の悪を仕立て上げていたということだ。手放すことも認めず、瞳悟空として生涯の地獄を子供たちに課せているのだ。非道極まりない。もう一つ可能性を挙げるならば、わずかながらも愛情があったとしか言いようがない。もしそうなら、相当ねじれた愛情だったことだろう。かといって、このままにはしておけない。誰かが面倒を見るにしても、父親がそれを許さないだろうし、許しをもらわねば人さらいと言われても仕方がないな。内助は頭を抱えた。さて、どうしたものかと、おのおのが思案に余っていると、話を聞いていた滝人がつぶやいた。何もしなくていい。僕たちは二人で生きていく。
考えあぐねていた4人は驚いて顔を上げた。何を言っているのだ、浅はかな。無理に決まっておる。すかさず勝則がとがめた。やってみなければわからない。誰にも迷惑をかけない。だから誰にも僕らを止めることはできない。滝人が立ち上がりざまに言った。ここにいる人間は誰も君たちを迷惑だなんて思っていないよ。英介は間髪入れずに言った。それにやってみなくともわかることが一つだけある。君が大切な妹をそのような生きるか死ぬかの賭けに連れ出してしまうということだ。二人で生き抜くというのなら、なおさらそんな危険な真似をしてはいけないよ。わかるね？英介の言葉に皆、ほーっと息を漏らした。そんな中、滝人は胸をつかれた気がして、顔をしかめた。でも、滝人は何か言おうか迷ったが、その後に言葉は続かなかった。いたたまれないような沈黙の後、ずっと押し黙ったままだったゆいが口を開いた。一つだけ考えがあります。言ってしまったゆい自身、自分の言葉に驚いているようだった。それを見て、誰もが容易なことではないと感じ取った。とても二人には過酷なことだけど、ゆいは言葉を濁した。教えて、お願いだ。どんなことでも耐えてみせる。滝人はゆいにすがりついて懇願した。痩せ細った顔に今にも光を失ってしまいそうな目。その目の奥でかすかに揺らめく決意の灯火をゆいは見た気がした。だからこそゆいは一度目をそらしてしまった。家へ帰りなさい。ゆいがつぶやいた。その言葉に誰もが耳を疑い、驚きを隠せないほど動揺したのがわかった。滝人と日野は地獄に連れ戻される死人のように目を見開いてゆいを凝視した。そんな。滝人が愕然とした声でぽつりとつぶやいた。ゆいはすぐさま滝人の肩をつかんだ。そして何度でも逃げなさい。ここまで。日野が立ち上がった。未知なる生き物に近づくように、おずおずと滝人の隣に座った。日野が滝人の手をぎゅっと握りしめると、ゆいは日野の肩も共に抱いた。何度でも逃げてきなさい。だけど、ほんの一瞬でもあなたたちの家とあなたたちの親がいる限り、そこへ帰りなさい。一日に一度は必ず帰りなさい。あなたたちはこれから大人になっていくの。ならなくちゃ。とても過酷なことだけど、危ないと思えばすぐに逃げてきなさい。あなたたちが大人にならなくちゃ
そうでなければ、あなたたちのお父様は、あなたたちが自分の子供だということをずっと忘れたままになってしまう。でも、見つかればおゆいさんが危険じゃないか。内助が慌てて言った。もし見つかったらどんなひどいことになるか。いや、私が手を添えましょう。英介は立ち上がりざまに言った。子供たちが一度でも家に帰るのならば、人さらいの疑いも晴らすことはできるでしょう。もしも相手が刀を抜くならば、私が全力で守りましょう。ほっほ、そうだの。わしもここにいる間、できるだけのことをしよう。何面白くなってきた。若い頃の血が騒ぐ。勝則も英介に習い立ち上がった。するとゆいは、そんな、私は今となっては身寄りのない独り身です。身分も位もありません。でも、皆さんには皆さんの大事な生活があります。ですから、ここは私に。待って、あの時の詫びをここでさせてください。そうでなければ、私の気が済まない。英介がゆいの言葉を遮った。それを見て、勝則は楽しそうに笑った。何、わしらの生活は助け合ってこそのものだ。それが何よりも大事な生活だと思うがの。そう言うと、勝則は荷の中の薬草を取り出した。この薬草を作っているのは、この人を救う薬草を作っているのは、身分や位なんかではないはずだが。勝則は、ゆいの目を覗き込むようにして言った。内助が苦笑いした。それなら、私も助力を惜しみません。私もここに留まって。何を言っておる、内助さんよ。行商人が行商をせずに何とする。勝則がすかさずつついた。しかし。お前さんはおゆいさんの薬草をあっちの村、こっちの村へと運ぶ役目があろう。わしとて医者としての役目を果たさんといかん。わしらはわしらの役目を捨ててはならん。それでは子供たちとおゆいさんの誠意に失礼ではないか。ここにいる間は助け合おう。しかし仕事はきちんとせねばな。勝則はゆいと子供たちに向かってニカッと笑った。滝とは胸に広がる奇妙な音を聞いた。それは生まれてこの方感じたことのない心臓の音色だった。嬉しさと悲しみ、痛みと癒しが連なって心臓を動かした。子供としてではなく、ましてや物でもなく、一人の人間として扱われたことなど、生まれて初めてのことだった。ありがとうございます。滝との目から涙がこぼれ、ゆいはもらい泣きして思わずぎゅっと抱きしめた。話がまとまったところで、滝とは落ち着いた様子で
家に帰る、と言い、日野の手を取り、飛ぶように出て行こうとした。それを見て、英介が慌てて二人を見送ることとなった。ゆいの小さな家には、内助と勝則、ゆいの三人の姿だけになった。そうそう、おゆいさん、いつものものはもうできているかい？ええ、大丈夫です。ゆいは和紙に包んだ様々なものをいくつも持ってきた。内助はそれを受け取ると、一つ一つ包んだ和紙を開けていった。うん、いい出来栄えだ。内助は緑色の粉末を一つまみつかみ、手のひらにこすった。それは何じゃ？勝則も興味津々に身を乗り出してきた。おゆいさん特製の染料ですよ。これで染めた緑が鮮やかで美しいと評判なんです。ほら、こっちは珍しい木の実を干したもの。これも需要があって保存にも効くと人気なんですよ。まるで自分のことのように喜々として言う内助に、勝則は楽しそうに笑いかけた。そういえば、わしが来る前に子供たちに治療を施していたようだが、あれはおゆいさんがやったのかね？勝則が思い返すようにして聞いた。治療なんて言えるほどのことではないですけど、ゆいは苦笑いして返した。いやいや、そんなことはない。おお、そうだ。ここへ来た目的を忘れておった。あの薬草についてお話を伺いたいと思ってここまでやってきたのだった。先ほど子供たちの傷にしていたのは、あれも薬草をすりつぶしたものだね。ええ、その通りです。まだ若い芽のついた茎をすりつぶしたものです。勝則とゆいが薬草について話し込んでいる間、内助はゆいの出した品々を一つ一つ確認しながら耳を澄まして二人の声を聞いていた。その頃、滝人と日野は英介に護衛されて父親の待つ家へと帰った。英介は戸口の脇に潜み、刀の鞘に手をかけて中の様子を伺っていた。英介が合図すると、二人は戸板を開けた。ただいま戻りました。そして行ってきます。ただいま戻りました。そして行ってきます。滝人が声を張り上げて言うと、日野もそれに従った。滝人は一歩家の中に入っただけで、日野の手を引っ張り、すぐにまた戸口を出た。そしてそのまま、二人は走り出してしまった。待ちやがれ、おい。家の奥の方から、困惑と怒りが入り混じった罵声が聞こえたが、滝人と日野はとっくに土ぼこりをあげてぐんぐん家から離れていった。あらかじめ逃げる心構えがあった二人の圧倒的な勝利だった。慌てて追いかけようとしたのだろうか、ガシャーンと何かにつまずく激しい音が聞こえた。だが、英介もとっくに家の前から離れ、二人の後を追っていた。
家に帰る道中に段取りは決まっていた。みちみち、滝人と日野の二人は木の陰、草の陰へと身を潜め、背後から追いかけてくる父親の姿が見えないか確認するのだ。もしも父親の姿が見えれば、英介が借金取りに依頼を受けた侍を演じて邪魔をする手はずになっていた。しかし、嬉しいことに、最初の確認場所ですでに父親は巻かれていた。それでも父親の恐ろしさが身に刻まれている滝人と日野は、戦々恐々とした面持ちで道を急いだ。もしも英介が護衛として一緒に来てくれなかったら、二人は確実に恐怖に足がすくみ、こんなに簡単に逃げ出せなかっただろう。一度は逃げ出せたものの、二度目となってはどうなっていたことか、と、滝人は思った。あれが二人の父親か。英介は過去に一度、酒場の前を通りかかった時に見かけたことがあった。その時も酒場の中でひどい怒号で周りの客と一悶着を起こしていたようだった。あれがもしおゆいさんの家にたどり着いたら、想像すると英介は胸がざわつくほどの不安を覚えた。3年前のことを思い出した。泥と血だらけになった女の子。たった数年の間にきれいになっていた。内助とばったり会った時に聞いた。この家にいるおゆいさんはたった一人の身寄りだった母親を数年前に亡くしていると。あの狼に食われた母親のことだったのか。この世でたった一人の家族があんな無残な死に方をして、それからの暮らしは私なんかには到底想像もつかないほどの苦しさだったに違いない。それでも一人でここまで生き抜き、さらには危険も承知で他人の苦しみまでも背負うか。英介は心臓がぎゅっと締まった気がした。自分に同じことができただろうか。いや、脳裏をよぎったことは確かだった。しかし、できるわけがない。英介は武士の家系に生まれたが、それと同時に名のある刀鍛冶の息子だった。剣士としての腕も誰もが認めるほど。しかし、それゆえに英介に対する期待は大きく、家は厳しかった。もしも結ではなく、英介が二人の逃げ場として名乗りを上げるならば、確実に親はそれを許さない。子供たちの父親同様、何をするか知れたものではない。それに、生活が苦しい人は、この子供たちに限らない。この子たちをかばうのなら、もしも他の人たちに同じように助けを求められた時までかばわねばならない。誰もが大変な思いで何とか生きている。簡単に言うならば、英介は一瞬子供たちを見放す考えさえ浮かんでいたということだ。情けないな。英介は苦笑いした。おゆいさんはそんなことお構いなしに、ただ
目の前で助けを必要としている人に全力で手を差し伸べるんだ。誰もがあっさりとできることではない。しかし、だからこそ、おゆいさんと子供たちを守る役目は俺にあるんだろう。いや、守りたい。英介は不意に涙が出そうになってしまい、目頭を押さえた。今の自分には、それくらいのことしかできない。どうしようもない男だな、俺は。ゆいの家まで来ると、滝人と日野は足を止めた。不安そうに英介を見上げると、英介は笑顔でうなずいた。かすかに震える手で戸を開けると、中にいたゆい、勝則、内助の三人も笑顔で迎え入れた。いらっしゃい。ゆいが温かな声で言った。この日をきっかけにゆいたちは、6人だけの秘密の時間をつなぎ合ったのだった。